隔離期間の様子をご説明いたします。コロナの影響で長らく日本に帰っておりませんでしたけれども、この1月から1月ほど日本に帰ることができました。2年半ぶりの一時帰国になります。前回の動画ではその時のつまり台湾から日本に帰る様子を説明しましたが、今回の動画では日本から台湾に入るまでの様子や隔離期間の生活について説明していきます。日本から台湾は距離だけ見れば非常に近い場所にあります。なので飛行機で移動して台湾に入るまではそれほど時間はかかりません。しかし私が台湾に帰った時はコロナ対策のために長い隔離期間が設けられていました。なので台湾に入れてもすぐに自由にあちこち動けるようにはなりませんでした。まず最初の2週間は隔離旅館で誰とも会わず過ごさなくてはなりません。そしてその後さらに1週間の自主隔離期間があります。この非常に長い隔離期間がとてつもなく退屈な時間になることは分かっておりました。しかし台湾に帰る日程も決まっておりましたし、そもそも帰らないと私の仕事、つまり研究を続けることができません。なので粛々と帰る準備を進めます。そして台湾に帰る日がやってまいりました。妻の運転で空港に向かいます。日本の空港ですが人がほとんどいませんでした。コロナ禍の前はいつも長蛇の列でしたが、どこにも並ぶ必要がありません。免税品店もほとんど閉まっておりますし、搭乗ゲートに向かうシャトルにも人はほとんど乗っておりません。日本に来た時と同じように台湾に帰る飛行機の中もガラガラです。ほとんど貸し切り状態ですね。機内食を食べたり窓の外の雲を見て時間を過ごします。おかげさまで無事飛行機が桃園国際空港に着きました。当然来た時と同じようにこちらの空港もほとんど人がいない状態です。さて無事手荷物を受け取って、税関を抜けて外に出ていくわけですが、自由な行動は許されていません。なのでひたすらこちらの方々の誘導に従います。まずは屋外の PCR 検査場に向かいます。そして、唾液のサンプルを担当の人に渡して、この肩にですねこのようなシールを貼ってもらいます。その後目的地別に分けられたタクシー乗り場に向かい、指定されたタクシーに乗ります。そうすると運転手さんが直接予約してあった隔離旅館に送ってくれました。さすがに2週間過ごす環境があまりにもひどいといけないと思いましたので、事前にそこそこ良い感じのホテルを予約しておきました。実際部屋が非常に清潔で快適な隔離生活が送れそうな感じで安心しました。これから2週間ここで過ごすことになります。ホテルのロビーでは初日の食事と体温計が渡されました。これでこれから毎日体温を測ることになります。今日はこのお弁当を食べて眠ることにします。そして翌朝スマートフォンにメッセージが送られてきました。 CDC からの連絡です。健康状況確認のためのメッセージでした。これに毎朝答えていくことになります。その他ですね、外国人担当の警察の方と電話でやり取りしました。あとホテルのロビーとも LINE を介して要望を伝えることになります。ミネラルウォーターの補充をしてほしいとか、替えのバスタオルが欲しいとか、そういった連絡ですね。こういったようにですね、連絡すべてを完全に人と会わないようにしてですね、行う、そういう工夫があちこちになされています。なので義務付けられた抗体検査も一人でやることになります。日本ですでに一度経験済みなのですが、鼻の奥深くにこう棒を突っ込むっていうのは何度やっても慣れません。食事も部屋の前の小さな机に置かれるようになっており、食事が置かれたらこっそりと取りに行くような感じです。ありがたかったのは出てくる料理にバリエーションがあったことです。朝食はサンドイッチやハンバーガーなど簡単なものでしたが、昼食と夕食には台湾の料理だけでなく東西いろいろな世界の料理が出てきました。おかげでこの隔離期間の間で2キロ近く太ってしまいました。食事、検温、健康状態の報告、そして時々抗体検査をする。これら以外に特にやることはありません。なので、研究計画を立てたり、自主学習や読書をするなどして、隔離期間を有効活用しようと、したんですけれども、とは言ってもやっぱり退屈ですよね。
生活空間は快適で食事にも問題はありません。しかし毎日ノートパソコンのディスプレイを眺めたり本を読んだりするだけではあまりに変化がありません。時々窓の外に目をやったりして気分転換を図りますが、やっぱり予想していた通り退屈な時間を過ごすことになります。さて、隔離期間も終盤に差し掛かってきたところで、ロビーから呼び出しがかかりました。CDC のバスがホテルの前に来たようです。最終の PCR 検査のためのサンプル採取を行うためですね。外に行ってみると確かにバスが止まっていました。なので、とりあえず、係の人の指示に従ってサンプル採取をしてもらいます。おかげさまで最終の PCR テストの結果が出ました。陰性だったようです。守備よくこの隔離旅館から出ることになりました。嬉しい気持ちと同時に、この部屋から出ていくのが少し名残惜しいとも感じられました。さすがに2週間もいたので少し愛着を感じていたのでしょう。不思議な感覚です。さて移動ですけれども、まだ完全に自由になったわけではないので、公共交通は利用できません。なのでタクシーで移動することになります。この後ですね、自宅で、隔離期間を過ごして晴れて自由の身となりました。ちなみに今回のホテル代ですが、後日クレジットカードの請求額を確認すると結構大変なことになっていました。2週間のホテル代が55,500台湾ドルです。日本円に計算するとですね、この動画がアップロードされている2022年の春頃のレートだと、だいたい20万円っていうところになります。はい、というわけでですね、今回の一時帰国ですけれども、結構な出費になりました。しかし、ホテルでの隔離生活は見ていただいた通り快適でしたし、何よりも日本に帰って家族に会って、無事台湾に帰ってこれたわけですから良かったとしましょう。協力していただいた皆様ありがとうございました。そしてこの動画を最後まで見てくださった皆様ありがとうございます。皆様の今後のお役に少しでも立てば幸いでございます。それではまた。うまいうまい。うめえわこれ。でこれ多分かぼちゃのつるかなんかを湯がいたやつ。